マンパードのさんです。昔のね建物と比べると中川に結構座るところが増えてかなり美味しくなってます。ここが朝ごはん通りになってて、みんなね朝ごはんを食べに来ますが、現地人の人なんかはね人しかいないんで、観光客なんかねほぼ皆無のところなんですが、ローカルフードなんですけどめちゃくちゃ美味しくて、私は好んでね毎回来ます。ミーソン聖域の入り口にやってきました。ここでチケットを買ってミーソン聖域の方に入っていきたいと思います。ミーソン聖域はね、実は僕がずーっと6回ダナに今回で来たわけですけれども、1回もね来たことがなくてずっと行きたいと思ってたんですよね。で、世界遺産に一応なってるんで、かなりのね、すごい建造物が残っているんですけれども、やっぱり来たことがなかったんでずっと来たいと思ってたんで、やっと叶うことがねできました。ではちょっとチケットを買ってね行きたいと思います。チケット売り場はねこの左側の、この建物になってますので、ここでチケットを買って入場するという形になってます。ではちょっとチケットを買っていきたいと思います。無事にチケットを買えたんで中に入っていきたいと思います。Thank you. さあミーソンの中に入ってきました。ここからね、遺跡の方に、歩いていくわけですけれども、そもそもミーソン聖域って何かっていうと、チャンパ王国っていうのが昔ここにあって、それのもう滅んでしまった遺跡群ということになってます。ヒンドゥー教のね建物がすごく残っているので、ベトナムの中でもかなり珍しい建築形式になってます。さあ見ていきましょう。しかし毎回ベトナムに来て思うんやけど、日差しがね刺すように暑いんだよね。日本ではねさすがにこう刺すように痛いっていうことはないんですけれども、ここに書いてますね。ユネスコの、世界遺産に登録されてますよっていうことが書かれてます。我知道啊。较悬安尼啦。地元の方、ね、ベトナムの方ももちろん多いんですけれども、韓国とか日本の人も結構いるので、それなりにこう知れた、ね、観光地ではあります。でこの縦札見てもらったら、ここにインディア・ベトナムパートナーシップっていう言葉が書かれてると思うんですけど、ヒンドゥー教の寺院建物だったということで、やっぱりインドとねこうパートナーシップ結んでるっていうことが分かります。暑いな。絶対これ飲み物を切らしちゃダメですよ。熱中症になります。日焼け止め塗ってこなかったのはちょっとマイナスですね。これやってしまいました。調子に乗ってしまいましたねこれ。
結構皆さん日傘さしてますね。そうさすかみたいで、シャトルバスが出てるみたいです。無料で送ってくれるみたいです。ではちょっと行ってみましょう。ここから2キロあるみたいです。横がね、なんか手すりないからめっちゃ怖いです。シャトルの降り場に降ろされた感じなんですが、ここからまた奥に歩いていくようなイメージでしょうか。鳥舞遺跡群を見たいので奥に進みたいと思います。まあお土産系はね後で買おう思ったら買えるんで。暑い。そういえばなんかスッと中に入れてもったけど、なんかミーソンのチケットこんな感じでした。価格が15万ドン、およそ日本円にして750円ですね。帽子持ってきたらよかったよ。暑っ。もうね、周りはもうほんまに大自然っていうような感じですけどね。日差しとかが特にエグいので、こうやってなんか時折ねこう休憩するような日陰のベンチみたいなのがまあ等間隔にこうやってね置かれてますね。向こうにもまたあります。まあ日差しは結構きついっすね。これちょっと帽子持ってけえへんかったりとか、日焼け止め塗らんかったことちょっと若干後悔してます。なんかね、そもそも今日雨予報だったんですよ。まあ分かりきってることなんですけど、僕が行くと晴れます。もう確実に晴れます。どんだけ雨予報になってても僕がダナンに来ると、まあ、80% から 90% 晴れます。僕6回ぐらいダナン来てますけど、だいたいね天気予報では9割ぐらいが曇り、後雨とかね、そんな感じでね雨ばっかりなんですよ。でも僕実際に雨に打たれたのって1回だけなんですよね。それぐらいね僕晴れ男なんで、ちょっと自信はあったんですけど、ちょっとね今日は曇るんじゃないかってね油断してました。昨日もねなんやかんや言って結局僕が外出るタイミングではね全部晴れてるんですよね。そういうことではねほんまに晴れ男ですよ。もうダナンに僕ありです。ちょっと調子乗んのやめます。これ何キロ先まであんのやろ。だいぶしんどいで。暑いわ。なんか変な水出て、これのまああれだよな、神社でいう手水みたいなやつなんやろうけどね。ちょっと
こういうのはちょっと危険なので手は洗わないようにしましょう。もうとにかくね、水問題はこのベトナムに来ると気をつけた方がいいですね。もうとにかく水道ひねったら水は飲めるっていうのはもう日本だけやと思ってください。もう先進国でもまあないですよ。蛇口ひねって水が飲めるっていう国なんてね。もうとにかく片手にはミネラルウォーター。もうこれはもう、こういう熱帯地方とか来るときにはもう鉄の掟ですね。だから僕もポケットの中に今ちゃんとミネラルウォーターは入れてます。2本ぐらい入ってます。で、加えてポカリスエットも入ってます。でポカリスエットはこれあれですね。普通にスーパーでも売ってるんで、ちょっと割高ですけどね。買うようにしてください。電解質取れます。で、こっちの水、ね、ラビーっていう水とか、で、昨日飲んでたアクアフィーナっていう水とか、こういったものが有名です。それぞれにやっぱミネラルウォーター味がね違うし、日本ではね飲めないミネラルウォーターなので、ぜひぜひお試しください。なんかスープとかロータスシードとかを飲める？食べる？なんかそういうところがあるみたい。これがあれやね、ハスの池になってますね。睡蓮というか、ハスはねベトナムの国の花なんで、こうやってねいろんなところに植えられてます。なんかこれを見るとモネのね睡蓮を思い浮かべるような、そんな景色が広がってますけれども。そう、これね実は、別にベトナム用に買ったわけじゃないんですけど、東京とか大阪とか外をね歩く時のために、実はメガネに調光のサングラスを入れたんですよ。だからこう紫外線をこう浴びると紫色にレンズがなるっていうやつにしたんですけど、あんまり夏なんでね色がそんなに濃くはならないんですけど、これでも結構紫外線ねカットできてあるから助かってます。これまだまだかなと思ってたら早速見えてきました。しんど。もともと建物やったところがこうね壊されてるっていうような遺跡になってます。こんな
な感じですね、全体が。GoPro だとね、こうちょっと普通のその携帯のカメラよりもこう引いた感じで撮れるのでおすすめっす。なんか僕と一緒に歩いてる感覚になれますね、これね、ミーソン。暑いなぁ。なんか向こうにまた休むようなところがありますね。ああ、トイレするんやったらここって感じですね。トイレのマークが書かれてます。いよいよなんか向こうにメインの建物たちが見えてきたような感じがしますね。見えますか？あちらの方にじゃあ歩いて行ってみたいと思います。这个差不多了。好。你干嘛想要个铁布先嘛？你想要铁布门上去。今見てただけで日本語喋ってはる人2組ぐらいすれ違った気がしますね。割とダナンではね、レア度が高いです。あんまり日本人いてないんですけどね。大体韓国、中国の人がほとんどかな。あとダナン自体が、リゾート地なので、ベトナムの人もダナンの方に遊びに来たりとかっていう人たちは多いですけどね。最近バナヒルズも結構有名になってきたんで、あれでしたけど、昔最初に僕がバナヒルズなんかいた時は、もうほぼ日本人なんか会わなかったというかゼロでしたね。もう多分今結構その黄金の帝とかね取り上げられてるので、そういうところにもね日本人が結構来てるんだとは思いますけど、はい、これがミーソン世紀の本ちゃんの建物になります。すごいですね。いやー、なんか悠久の歴史を経てこういう姿になったんだろうけど、この建物自体がレンガでね作られてるんですけど、よくこんな建物建てれたなっていう、朽ちてもなおなんかなんだろう、僕たちに訴えかけてくるようなものが感じられますね。なんかラピュタの世界かな。すごい。なんか建物やし潰れてるから何かを訴えかけるっていうようなことは
基本はないけど、なんかそこになんだろう、感じられるものというか、なんか訴えかけてくるものがありますね。圧巻ですね。すごい。こう全ての建物のこう中心部に実はこう像があるんですよね。こうおそらくヒンドゥー教の神様の像なんでしょうね。シバとかはあるかどうかわかんないですけど、ちょっとまあね、インドの神様にはそんなに詳しくないのであれですけど、そういう神様の像がね置かれてますね。入っていいとこと入ったらあかんゾーンがあるっぽいですね。ノーエントランスって書いてるところは入ったらダメです。ここら辺は書いてないんで入っても大丈夫でしょうね。すごい。なんかドラクエとかでもこんなんありそう。あそこもね、神様がこう祀られてますね。この中は入ったらダメみたいです。ここの外から見ることはできるみたいですね。あの大きな建物は中に入ってもいいみたいなんで、ちょっと入ってみましょうか。ここも中行ってもいいみたい。ちょっと行ってみましょう。登るなとは書いてますね。ここでね、お祈りをするためにね、線香なんかが置かれてます。でも線香って仏教じゃないっけ？ちょっとよくわかんないですけど。あちらこちらにね、こう線香が刺されたような跡がありますね。それだけね、すごいパワースポットなんでしょうね。黒い暗闇の建物の中に入ってみましょう。中はもうほんまに何畳ぐらいだろう。8畳ぐらいの広さしかないですけど、中はね、
太陽の光をやっぱり遮れてるのですごい涼しいです。他にもなんか行けそうなやつがあるので見てみましょう。これは中には多分入ったらあかんっぽいですけど、ここから見ることはできそうな感じですね。すごい。これはあれかな、後ろが多分崩壊しかけてるからそれを支えてるんだろうな。こうやってどんどん世界遺産が失われていくっていうのはね、ちょっと寂しい話ではありますけど、ここも中には入ってはダメみたいです。確かにこう補強だいぶしてるんで、結構これも危ないんでしょうね、この建物自体が。これはまんま中に何かが残ってますね。ここでは何かを作ってたんかな。へー、すごい。首がない象ですね。タイの象なんかは首が全部ないんですけど、あれなんで首がないかって言ったら、ビルマ軍がタイに侵攻するときに、タイの仏像ってその体の中にこう宝石とか、まあ、貴金属をこう入れるっていう習慣があったんで、まあ、そのご神体の体の中にそういったものがあるから、それを知ってビルマ軍が全部それを首を破壊して中のその貴金属をこう抜き取っていったっていう、まあ、そういういきさつがあるんです。これはまあどうなんでしょうね。その上側のちょっと像を見ることができないんですけど、ちょっと GoPro なんで伸ばしてみたいと思います。どうでしょうか。もしその空洞みたいになってるんだったら、おそらくタイと同じような理屈だと思うんですけど、ちょっとまあ登ってはいけないですし、これ以上は見れないので、ちょっとまあ帰って GoPro 確認してからね、やりたいと思いますけど、まあそういうね、経緯で首がない仏像とか神仏が多いっていうのはそういうことです。ここは登ってもいいようです。中入ってみましょう。そう。うわ。ここはなんか作ってたとこかな。なんか展示された。やっぱこれも首がね、ない像とかがあるかな。これも首がないですね。あ、でもなんか、あれだ、中にその貴金属を入れるような隙間がないから、ちょっとわからんな。これは爆弾か。あ、なるほど。ベトナム戦争で破壊されたのか。なるほど。爆弾があっちこっちにこう落とされてっていうことか。あーね。そっか。納得したわ。マーブルマウンテンとかもね、やっぱりそういうベトナム戦争の被害を受けたものが結構あって、こう洞窟の上に穴が開いてたりとかっていうケースがね、あります。
戦争からは何も学べるもの、残るものってないですね。なくなるだけです。はい。今度はちょっと別の建物に来ましたけど、ここまで入ってくることできました。像があるね。はい、じゃあ次の遺物のところに行きましょう。これが一番でかいんかな。一番多分最深部にありそうな建物な気がします。まだこの奥あるのかな、わかんないけど。いや、でかい。恋はでかい。あ、でも見たことあるあれやね。階段登ってね、中に入っていきたいと思います。すごい。ここも中に入れるっぽいんで、中入っていきます。暑すぎて口数がねなくなってきましたけど、すごいすごいな。でけえ。すごい。ちょっと国産のとこ行きたくないな。行こうか。あ、なんか道ができてよかった。そんな中とらなあかんかと思って。よいしょ。
私の HP がなくなってきたので、ちょっと巻き気味に行きます。お、なんか、ここすごい。中にレリーフがめっちゃある。はあ、すごいね。どれが何の神様かわかんないけど、いっぱい神様が彫られてました。こちら空洞になってますね。帰ろうと思ってたら、さっき多分通ってない建物を発見してしまったので、行きましょうか。こんなとこあってんの。道間違ってんじゃな。熱中症になりそうで、暑いから戻りたいんだけど、ねえ、せっかく来たからには、ギリギリまで攻めたいですよね。結構ね、もうすぐにでも倒れそうな建物が多くて、こうやってね補強されているのが多いですね。もうちょっとね、ちょっと見たかったけど、ちょっと危ないね。熱中症がちょっとひどくなってきたので、ここら辺でミーソン紹介終えたいと思います。1個残ってたみたいです。グループ系なんで、もう最後ですね。これが最後の建物です。いやー、すごい。いっぱいあったな。すごい回れた。ここからね、もうちょっとで、シャトルバスのところに合流できると思うので、合流していきたいと思います。ここ、日陰でめっちゃ涼しい。雨降ってほしいな。こういう日ほど雨降ってほしい。絶対降れへん。
ああ、疲れた。バスに乗りたい。はい、というわけでスタート地点に戻ってきました。これがね、ミーソン遺跡の全貌になります。すごかったっすよね。もうなんか見るものを圧倒するというようなこの存在感がすごくて、吸い込まれそうになりましたね。ほんまにその時代にまるで戻ったかのようなね、そんな気持ちになりました。さあ、そしたらシャトルで入りましょう。ブンチャカのお店に来ました。ブンチャカバルイというお店ですね。で、今日はこんな感じになってます。一番スタンダードな上のやつを注文しました。はい、ローカルフードのブンチャカですね。さつま揚げが入ってるのが特徴なんですが、すごく美味しいので楽しみです。では、いただきたいと思います。